織田信長。日本史上最も有名な人物であるこの武将は、日本の歴史に大きな影響を与えていきました。小さな勢力だった信長は徐々に勢力を広げていき、当時の日本の中心人物まで上り詰めていきます。しかしそんな絶頂の時期に家臣である明智光秀による謀反に遭い死亡。今回の動画ではそんな織田信長の一生についてお話ししていきます。1534年、織田信長は尾張の国、現在の愛知県西部で生まれました。父は織田信秀という人物で、信雄という弟がいました。しかし父が死んでしまったことにより、信長と信雄の間で家督争いが起きてしまいます。つまり信長が一番最初に争った相手は実の弟でした。結局弟を殺すことにより信長は争いに勝利。信長は織田氏の中で頭角を現していくことになります。しかしそんな織田氏を攻めてきた一族がいました。今川氏です。こうして織田信長は今川義元と戦うことになりました。桶狭間の戦いの始まりです。国境の安定を目指す今川義元と侵略を防ぐ織田信長、そのような構造で始まったこの戦いでしたが、勝利したのは織田信長。今川義元は当時有名な武将だったので、これは衝撃的な出来事です。この桶狭間の戦いの勝利により、尾張の東側を抑えた織田氏は次に北へと目を向けます。美濃の国、現在の岐阜県周辺を攻略していくのです。こうして美濃を攻略した信長は美濃へと本拠地を移し、地名も岐阜へと改めます。そんな信長のもとにやってきたのが足利義昭でした。さて、ここで現れた足利義昭という人物ですが、この足利義昭という人物は室町幕府の将軍足利義輝の弟です。しかし兄の足利義輝は部下と対立してしまい、その部下によって殺されてしまいます。こうして将軍の後継者争いが始まっていくのです。次の将軍の候補として名前が挙がったのは、先ほどお話しした足利義昭とそのいとこである足利義秀でした。こうして足利義昭を将軍にしたい人たちと足利義秀を将軍にしたい人たちの間で将軍の後継者争いが始まっていき、信長は義昭を応援するグループに入っていました。このような経緯があり、信長は義昭を将軍にするべく岐阜を出発。敵対する人たちを京都周辺から追い払い、義昭を将軍につけました。こうして将軍となった足利義昭は京都で政治を行い始め、信長はその政治を支える一員となっていくのです。さて、上洛した信長が次に目をつけたのは敵対していた朝倉氏でした。朝倉氏というのは越前の国、現在の福井県東部を本拠地としていた一族です。この朝倉氏を攻めるべく信長は北上していきますが、今まで味方だった浅井氏も信長を裏切って反幕府勢力に加わります。こうして撤退を余儀なくされた信長でしたが、その後も反幕府勢力は増えていき、本願寺や延暦寺などの仏教勢力とも敵対していきます。このような流れで行われたのが比叡山延暦寺の焼き討ちでした。さて、このように織田信長と足利義昭は反幕府勢力により苦境に立たされていました。しかしこの時、同じように苦境に立たされている人物がいました。武田信玄です。この頃の武田信玄は徳川氏や上杉氏、さらには北条氏と敵対しているという状況で、全方面敵だらけという危ない状況だったんです。この状況を打開すべく、信玄は本願寺や朝倉氏と同盟を結びます。つまり結果的に反幕府勢力へと組み込まれたのです。その後、反幕府勢力の要請を受けて信玄は上洛を開始。まさか信玄が反幕府側につくとは思っていなかった信長と義昭は急いでこれに対応しました。武田氏が京都へと攻め上ってきている。この噂を聞いた京都の人々は動揺します。織田信長は信玄を止めるべく防御に徹していきますが、ここで予想外の出来事が起こります。なんと足利義昭が信長を見限って信玄に味方するようになったのです。こうして信長は将軍の支持までも失って絶体絶命の状況となり、誰もが信長の負けを確信していました。しかし信長は幸運に恵まれます。なんと西へと進んできていた武田信玄がその途中で病死してしまったのです。信玄を失った反信長勢力はこれをきっかけにして徐々に崩れていき、信長によって足利義昭は追放、室町幕府は滅亡へと進んでいきます。さて、人生最大のピンチを切り抜けた信長でしたが、敵対勢力がいなくなったわけではありません。
これ以降も信長は敵対勢力と戦っていき、浅井氏、朝倉氏を滅ぼします。しかし東には武田信玄の後を継いだ武田勝頼が、西には三好氏や本願寺が残っています。依然として東西から圧力をかけられている状況は変わっていませんでした。この状況に織田信長と徳川家康は対応していくのです。西側の戦いを終わらせた信長は東側の戦いへと合流。こうして始まったのが長篠の戦いです。この戦いで武田勝頼は大敗を喫し、多くの重臣を失ってしまいました。多くの反対勢力と決着をつけた信長は事実上将軍のような立ち位置となり、織田政権と呼ばれる政治権力を確立していきます。しかし織田氏が勢力を拡大したことにより、新たな勢力と国境を接することになりました。上杉氏と毛利氏です。こうして織田信長は毛利輝元や上杉謙信と対立するようになっていき、戦いは新しい段階へと進んでいきました。この頃の信長は各方面に家臣たちを派遣して、それぞれの地域を担当する形で戦いを進めていきます。しかしここで戦況を一変する事件が起こります。本能寺の変です。京都の本能寺に宿泊していた織田信長は、家臣である明智光秀の謀反によって死亡、嫡男の信忠も自害に追い込まれてしまい、織田氏は大きく動揺していきます。信長を討った明智光秀は一時政権を奪取しましたが、中国地方から帰ってきた羽柴秀吉に敗北。一度は逃れた明智光秀も落ち武者狩りに遭い生涯を終えます。こうして動揺した織田政権の中で羽柴秀吉が頭角を現して天下統一へと進んでいくのです。